コンビネーションの終わりを同じ意識で違う技出すと当たるっていうのが、多分今ドンピシャ一緒かなって思いました。まあ、いきなり「いやここが」って言って「こう言ってコインが」ってやっちゃうわけなので絶対に見ちゃう何かとかっていうことをまあ利用するんですよ。だから例えばってやっちゃうと見ちゃうじゃないですか。確かにおすこんにちは、空手家gooです。今回の頃は超絶技巧マジシャンとして長年テレビで活躍される傍ら、実は合気道の道場、週 5,6 回通い詰めて、なんと現在はすでに3段まで取得している合気道家でもある、マジシャンの、キラさんです。すいません、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、まさかのまあでもあれですね、達人系のチャンネルを見てる人は結構みんな知ってるですね。はい、なんか話によるとそっちの方だと思われてる節すらある。そうなんです。はい、なんか実はこの人マジシャンだったんだみたいなと思ってる人すらいるみたいですね。で一般テレビ見てる人からしたら合気道してんのって感じです。ですよね。テレビじゃ全然出てこない話題ですからね。はい。なので結構合気道家としても結構頑張られてるので、あれなんですけど、まあちょっと今回ですね、キラさんとは3度目のチャンネルとしてコラボさせていただくことになってるんですけど、僕も体験させてもらってます。はい。ですね、これまで人のこの視野とかのコントロールとか、思考をどういうふうにこっちに集中させるとかって、なんかちょっと玄人好みのことをいろいろ聞かせていただいて、まあ正直僕のチャンネル視聴者の中でも本当玄人の人とか実際に競技やってた人とか指導者レベルの人からはめちゃくちゃ高評価をいただいているシリーズとなってまして、ありがとうございます。なんでちょっとですね、まあ内容的にはあんまりこの初心者とか向けの内容にはならないかもしれないんですけど、まあまあ、完全に僕が聞きたいことを今日も僕が聞かせていただこうかなと。まあ僕が知ってることでよろしければね、もちろんなんかヒントになればいいななんて思いながら、お話は全然よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちなみに思考とか視野とかの、引っ張る方を今日ちょっとまた改めて聞きたいなと思ってるんですけど、だからもう僕は個人的に、人のなんですかね、その視覚見てるところをどういうふうにコントロールしようとかっていうのは空手家としてちょっと自分なりに研究はしてるんですけど、もちろんまあ完全にそういうことに特化してやられてるマジシャンの方の意見っていうのは絶対参考になると思ってるので、そこを今回ちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、どういうふうに質問していくのが一番いいのかという。確かにね。ちなみになんですけど、そのキラさんがこの方法って空手家って使えないかなとか、格闘家とか武道家って使えないかなみたいな感じで持ってるものってあったりします？そうですね。なんかその両手両足だけで空手とかってやるわけじゃないですか。そうなった時にどうするんだろうとはよく思うんですよね。その要するにマジックって道具を使うんでよく。例えばそうですね、こうね、まあ両手両足、まあこう空手はこうあったりするんでしょうけど、僕らそんなことなくって、いきなり「いやここが」って言って「こう言ってコインが」ってやっちゃうわけなので、いきなり「いやここが」って言って「こう言ってコインが」ってってやっちゃうわけなのでこの道具を介在するっていうことをやっちゃうとかなりなんか話が変わってきちゃいますよね、多分ね。でもなんでまあね、これはもう隠し持つ技術があった上で取り出したように見せるっていう、ただそれだけではあるんですが、唐突もないことをいきなりやっちゃうと面食らうじゃないですか、今みたいに。そうすると見ちゃいますよね。まあそっか。そうでも自分とかだと、相手のその目線というか意識を引っ張るために、あえて、この攻撃を出しますよっていうのが分かりやすい構えで、分かりやすくそれを打つ意識をして、相手にそこに注目してもらうみたいなことは
やってるんですけど、なるほどなるほど、そういうものに近いですね。でなんですよ。でマジックでミスディレクションという言葉があるんですよね。聞いたことあるかもしれませんけど、その一般的なイメージだとこっちでこうやってる間にこっちでゴソゴソってやってる、そういう一般的なイメージがあるんですけど、あれってちょっと当たらずもがな遠からずというか、極端に言うとでこうやってても見ちゃうんですよね。人によってはここを見ちゃってくれるっていう人もいますよ。で通用する場合もあるんですけど、ちょっと気をつけられてる人は当然こちらも見ちゃうっていうことをやっちゃうんですよね。なのでそれじゃ通用しなくて、もうちょっと人の心理とか、本能的なもの、絶対に見ちゃう何かとかっていうことを利用するんですよ。だから例えばってやっちゃうと見ちゃうじゃないですか。確かにを利用するんですよ。だから例えばってやっちゃうと見ちゃうじゃないですか。確かにを利用するんですよ。だから例えばってやっちゃうと見ちゃうじゃないですか。確かにで見ちゃいますよね。明らかに見ちゃいますよね。例えばこういうことを、利用するわけですよね。想定外だと見ちゃうんですよ。想定外ですよね。そうですそうです。だから先ほどの例えばコインがここから出たとかいうのとかも、今コインを投げて落としたとかっていうのも、一つのやり方としては想定外。いきなり突発的にそういうことをやっちゃうと、あれって大丈夫みたいな、その心配するようなことですよね。は一つの手だとは思います。なんかありますよね。例えばナイフを持っててそこからナイフで攻撃すると見せかけといてポトッと落として見せる攻撃方法みたいな。そうか、確かにそんなことされたら絶対見ちゃいますね。そうですよね。漫画で載ってましたよね。マスター・キートンでやってたんですけど、これすいません、僕わかんないですけどなんか担当ですね、担当とかで、こっちに意識に当然なりますよねと。そして攻撃した時に何かの不意な瞬間でミスってカランといったってなった瞬間に攻撃するっていうことをやってたんですよね。なるほど。いや、それ確かに絶対通用するな。そうですよね。だから非常に重要なものを使ってるからこそなんですよね。しかも危機的状況だから余計敏感に反応するんで。そうですよね。そういうのとかはありますよね。だから道具を使うと非常に何かやりやすくはなる。で多分これもしかしたらなんですけど、パーソナルスペースってあるじゃないですか、人には。で僕らってパーソナルスペースに入る方法っていうのがあるんですよ。例えば特に日本人なんかはスキンシップのコミュニケーションを取るあんまり文化がない、ハグとかあんまりないので、人に近づかれることを英語圏の方よりは違和感を感じるんですよ。でもマジックでこの相手のパーソナルスペースに入っていくことが重要なことってとても多いんですよね。でそれの時とかにいきなり例えばこうやって来るとちょっと圧迫感がなるんですけど、例えばコインがあって言ってコインを使うことでコインがあって言ってコインを使うことで物を使うことでかなり入りやすくなるんですね。確かにこっちに意識いった瞬間に近づかれても何も感じないというか、あまりそうですね。こちらにディレクションさせるんですよ。そうするといいですね。だからすみませんすいませんとこうやってるともっと圧迫感を感じるんですけど、すいません、例えば道を尋ねるような話で、すいません、ここに行きたいんですけど、やるとかなり一気に近づけても、そうですね、確かにこっちに意識してるからそんなに苦にならないですね。そうですね。道具を使うと非常にやりやすくはあります。空手の場合は道具を使うのは空手なんでね、文字通りね。だから何か方法があるのかなとはちょっと思うんですけど、意図的に同じ攻撃を繰り返すとか、同じ場所の痛み、それこそ相手をコントロールする技術だと、痛い技っていうのを使ったりするんですよ。痛いとか
これをもらったらちょっと効くかもしれないっていう意識を持たせて同じところに相手の意識を集中させるみたいなのが近いのかな。例えばどんな、例えばですけど、例えばこんなでいいですか。僕のカーフキックとかもそうなんですけど、こう一発でバーンって倒せる技じゃなくても、例えばこうコツンって当てるといったっていうこのこういうところにこうポンってやってるんですけど、これとかでコンって一発当てるといってってなりますね。嫌ですね。めちゃくちゃ痛いなと思うとピクってやったらもう来ると思いますね。行きますなんでそういう痛みの意識でこう相手の意識を引っ張るというか、次もそれが来たら嫌だなとか来ちゃうんじゃないかみたいな、そういうのが近いかもしれないですね。そうすると例えばですけど、このいきなりこっちにポンって入ろうとすると警戒されてるけど、こっちに意識して行くぞ行くぞって言って、こっちの意識の振りでこっちの準備をしとくと、こっち意識してるからこれを準備してることに気づかれなくて入れるっていうのとかは、なんかパーソナルスペースに入るのとはちょっと違うかもしれないですけど、違うけど、いやでもそれはなんでしょうね、僕らでいうところのその振りを聞かせるっていう感じですね。例えばそうですね、例えばじゃあちょっとね、コインを持ってね、で投げて消えたと消えましたと、出てきましたと、これいろいろできますが、いろいろできるんですが、例えばですよ、コイン持った、息を吹きかけると消えたと今行きましたよね。でこれなんですけど、今は言ったらどういうふうにやったかというと、取ったふりをしただけなんですよ。こう持ってたコインね、見えますかね、こうやってね、で取ったふりをする、で持ってるんですよ、こっちに。本当だ、取ってるようにしか見えない。そうですよね、こうやってね、で取ったふりをする、で持ってるんですよ、こっちに。本当だ、取ってるようにしか見えない。そうですよねそしてふってやって消したと、こっちに持ってただけなんですけど、で今のがなんで効いたのかなんですよ。なぜこの技が効いたのかなんですが、実はこれを今こうふってやって消す前に何度か消したり出したりした時に一回同じ動きをしてるんですよ。振り返ると分かるんですが、コインを持ってコインを持ってね、で投げて消えたと消えましたと、出てきましたと、これいろいろできますが、いろいろできるんですが、例えばですよ、コイン持った、息を吹きかけると消えたと振り返ると分かるんですが、同じ動きで一回本当に取って見せてたんです。そうか、なるほど、一回取って見せて、その後消すっていう、ポンと消すっていうこともやったんですけどこの時点で翻弄はされちゃってますけど、マジックの場合はね、こういうことができちゃいますが、これは一個一個の技術ですね。コインを消す技術なんですが、一度リアルに取ってみせます。リアルな技をやります。技術をやって、そうすると一回覚えちゃいますよね。さっきの多分この蹴りと同じ覚えます。そうすると次同じ、今度はフェイクですね。取ってないフェイク、フェイクを入れるとこれが効いちゃうんですね。さっきの動きこれは空手にドンピシャで当たるのがあって、コンビネーションの終わりを同じ意識で違う技出すと当たるっていうのが、多分今ドンピシャ一緒かなって思いました。いやもう絶対同じですよそれは間違いないです。例えばですけど、構えててどうなります？パンチを、例えばですけど、ワンツーパンチ打って、で引き際にじゃあハイキック蹴りますみたいなで、パンパンこれパンって見せると、ワンツーでこうなったらハイが来るんだっていうのをいっぺん覚えさせて、でワンツーでハイって思わせてポンってミドル蹴ったりすると当たるっていう。当たりますね。いきなり例えばですけど、この状態でいきなりハイキックパンって蹴って、いきなりこうやってやるよりも、ワンツーハイを見せてから、ワンツーでハイっていうイメージでミドルにした方が引っかかりやすいんですよ。いやそれは間違いないですね絶対そうですねこれも間違いないですね。それ僕もマジックやるときに大切にしてることがあって、
その一個一個の技術の精度を上げるのは枝葉末節の、ね、枝葉の部分なんですけど、その幹となる部分が何なのかというと文脈なんですよ。この文脈が大切で、とてもだからなんでしょうね、その一個一個の技が無意味だと単発単発だとかなり効かなくなるんですよね。だから例えばですよ、コインを握っててこれが消えるという技術があるんですよ。まあちょっとやってみますよね。ちょっと混乱しちゃうんですけど、握って消えたとね、消えたとってやったら出てきたっていうのもいいんですけども、例えばそうですね、ポケットからコインを握ってしまう、どういうのがいいかな、ちょっと待ってくださいね。今アドリブでやってるもんで、こっからこう例えばですよ、コインをポケットから取り出して握ってポケットにしまう、という一連の動きですよね。そのある種の文脈ですね、があれば、ただいきなり出してこうやって消えて右手から出てくるという技術だとします、よりは、例えばここから取り出してポケットにしまいました、しまったんだけどここから出てくるとかっていう方が文脈が立ってるんですね。いきなり握って消えると、この技術が知ってる人は当然、右手にこう握って右手に持ってたんだなということが通用しやすくなりますよね。でもこれが例えばコインが出てきたポケットにしまったという文脈になると、かなり取りやすくなる、その意味が通ると、この技術がより生きる、っていうことがマジックでよくあるんですね。だから例えばそうですね、一個一個の単独の技術が、それがそのパズルのように文脈に合わせて、そのストーリーラインを自分で作ってパズルのように合わせていくんですね、演技としては。例えばそうですね、そうですよ。じゃあ例えば何もなかった状態から急にコインが空中からコインが出てきます。これは一個の技術ですよね。でじゃあしまっちゃいます。そしたらもう一回出てくるよ、本物ですねと、偽物じゃないですよねと、触っていただいて本物ですと、間違いないですね、じゃあしまいますよと、しまってここからもう一回出てくるね、じゃあもう一回ね、これもしまいますと、ポケットしまいますよと、しまいました。そして、もう一回ここやると、出てきますと、出てきましたね、これしまいました、そしてグッてやるとライターがいろんな技術を使ってますけども、その文脈が大事で、結局コインが出てきたらちゃんと取ってしまいますよっていう技術、もういらないからしまう、いらないからしまうんだなと、そして、空中からまた出てきましたコインがもう一回しまうと、これちょっとね裏側のちょっと形を見せないと分かんないんですけど、ここちょっと見せてもいいのかな、どうしようかな一旦見せときます。だったらちょっとプツッ、NG にしといてね。でどうやってるの、今どうやってるのかやってみますね。これ全部ねここにあったんですよ。そうなんですか。でコインを隠し持ってたっていう、ここはねパームとかしてるんですけど、何もない状態からと隠し持っといて取り出す技術がありますと、そして本物だと、でさっきと同じですね、取ったふりです、1回目は、こっちありますよ、それさえ分かってない取ったふりなんですよ、ポケット入れるんです、そうすると2枚目のコインがここに入ってるんですね。そうするとこっちまだ1枚持ってます。そしてほいと取り出したと、取り出してこれも技術なんですけど、ほいとで取ってやるんですけど、2枚こっちも持ってます2枚あるから、そう2枚あるからごめんなさいねいろんなことすっ飛ばした話を説明してるんで、そうするとこれを、これシャトルパスって技なんですけど、これを左手から右手に持ち帰るという技術で
映ってるように見えるから。そう本当に映すんだったらこういうふうなことをやってるんですね。この動きで実際に2枚ある中で入って、渡してるようにしか見えないもんね。2枚持ってるって知っててもそう見えるもんね。そうですよね。でこれですよね。でこうなるんですよ。今度はこの時点でこれを今度ライターを取ってきてるんですね。そしてこっちまた今度こっちであれってなるじゃないですか。この時点でもだいぶ混乱させられてますけどね、マジックの場合はね。でありえないことが起こる。でこうでしょって、今度は最後はねどうしてたかというと投げ渡してたんですよ。これ投げて渡してました。っていう時に、なるほど。この時に投げてこっちに投げてますよね。ちょっとこっちにピョンとこの辺に投げるんですけど、そして四角をついてピョンっていってスッと見えないですね。本当だ。こうやってたんですね、さっきのね。ここの角度でここに行くんで見えにくいです。この動きでこっちで受け取るんですね。同時にこっち先に投げますね。先に投げてスッとこっちにそしてしまう。もちろん持ってますんで、そしてグッと、そしたらライターが出てくると、こういうことやってたんです。いやってか今、ライターをこういうふうにやってこうやって投げるんですって言われてるのに、かぶってるからそもそも投げるとこ見えてないです。見えてないんです。それも四角をついてねうまくやってるんですけど、この手の角度でね、こうでポンと投げてこっちを見ながらもさらにちゃんとこうやってるということはやってるんですけどね。多分カメラには映ってないんだろう別に映しても別にいいかなと思っちゃうんですけど、こういうのね、面白くていいんじゃないですか。後で撮り直してもいいですし、手元だけちょっと今こっち向きで。いいですよいいですよ。いいですか。ちょっと綺麗にいくとこ見せておきましょうかね。ちょっとでこう来てピュッと出てピュッと出てピュッと。そしたら出てくる、入ってると。で、今みたいなその一個一個の技術はともかく多分マジックではコインを消したり出したりするのは一つ一つの技術、多分パンチとかになるんでしょうけど、でその文脈がコインが空中から出る、そしてそれをしまうという理由、後ろ側の設定としては空中から出たやつはもうしまいましょうという暗黙のストーリーがあります。その中でその技術を使っていくから、見てる側はそれを納得というか飲み込むんですね。これがなんか脈絡もなく、いきなりこういう技とかを一個一個の技を入れたとしても通用しにくくなる。そこに怪しさが出ちゃうんです。なるほど。そして、こういうライターが出てくるっていうのは予想外のことなんですけど、多分大技でしょうね最後の。それをぶち込むからノックダウンされるんですね、マジックも。そのぶち込みたい技があるから、先にこれをやっといて相手にこの後はこういうことするんだよねっていうのをすり込んどいて、その動作に違和感をなくしといて、ぶち込むってことですね。そうです。だからマジックをやる一つの作り方、これ全てのマジックの作り方じゃないんですけど、やりたい結果的な技術とかやりたい現象、エフェクトを着地地点に設定するんですけど、それを逆算して不自然にならないような文脈に沿わせるんですね。そのために手前の小さな技術を散りばめていくんですよ。っていうことをやります、マジックの場合は。でもこれそうですね、こういう発想で、自分が当てたいコンビネーションを作るんだったら、今のはそのまま使えますもんね。そうだだから多分僕空手のこと分かんないですけど、分かんないです。例えばそのハイキックを当てたいためには、じゃあさっきのワンツーからのミドルだったりして、そしてハイキックに持っていくとか、逆もパターンそうですよねっていうのが、コンビネーションはそれぞれ練習するんでしょうけど、ミドルキックを当てたいのであればハイキックを使ったコンビネーションを先に持っていくっていうことになりますよね。だから
ですよね。自分たちとかが感覚的にこれやった後はこれが当たりやすいとかっていうのが、そもそも初めから、こういう文脈を作っといて、これを持っていきたいんだったらっていうのを分かってるんだったら、それに当てはめてコンビネーションを考えろっていうのを初めから分かってコンビネーションを考えた方がいいんで、そうですよね。感覚的にとか、僕らとかって空手のビデオを見て、この人こういう風な技やってるんだ、これちょっと使えるなとかっていう風に最初はやっぱりみんなパクってやっていくんですけど、そもそもコンビネーションそういう風に作るんだよっていうのを知ってれば、別に上級者じゃなくてもこれは使える気がしますね。自分が当てたい技があるんであれば、じゃあその文脈をどういうふうに作る、文脈って言っちゃあれかもしれないですけど、格闘技なんで、でもイメージとしてはそういう文脈を違和感なく相手にすり込んで、どう自分が当てたいメインの技を当てるかっていうことに考えていくっていうのかな。なんか多分、これ全てじゃないかもしれないですけど、もしかしたらですよ、なんでこのコンビネーションが入ったのかなとか、そこだけを切り取ってみるとわからない分析的なものきっとあるんですよね。もっと手前のもっと前のあれがあったからみたいなのきっとあるんですよね。ありますね。僕若い頃は KO したシーンだけを見てたんですよ。でどうやってこの技出してるんだろうっつってその技めちゃくちゃ練習しても当たんないんですよ。こっからまず最初こう手をこうやって振るだけ、こういうのとか使わずにこうやって振るだけで、振る時に後ろ回しとか、後ろに回転する技ですね、こちらを悟られないためにはどうしたらいいのかっていうご質問いただいたので解説したいと思います。一番やっちゃいけない、こうすりゃそりゃ悟られるよねっていうのはこれです。まずこれを悟られたくないので、いくつか経営方法があって、普通後ろ回して1、2、3で蹴るんで、